このチャンネルは、やっと天体撮影の中級者程度になった私が、天体撮影っぽいものを紹介していくチャンネルです。私が住んでいる、郊外の指標でクラス7ボートルという条件の悪い場所でも、なんとか天の川のかけらっぽいものを撮影してみたい、ということでいろいろ試してみました。で、思ったのは、とりあえず F が小さい、でも、手頃な値段のレンズを探して入手しよう、ということ。星座を丸ごと撮影するものは欲しいなと思っていたので、それも兼ねて。今回購入したのは、Amazon で$300前後で売られていた、ロキノン 16MC の EF マウントで F2 で 16mm というレンズ。それに、EF レンズを ASI533MC プロで使えるようにするアダプターフィルターホイールが使えるものも売られているとカメラだけでマウントできるようにするリングホルダーをつけて。使用したセットアップは AT60ED のファインダースコープのサドルに二股の分配器をつけて、メインカメラとガイドカメラをつけて赤道儀に乗せました。蚊に刺されないように手袋と長袖、長ズボン、顔周りを防護するネットをつけて。こちらがフィルターなしで撮影したもの。フォトメトリック色構成済みバックグラウンドエクストラクションなし。1枚ゲイン270の20秒で撮影したものを100枚重ねたもの。これはひどい。ということで、注意深くバックグラウンドエクストラクションをすると、星雲っぽいものが浮かび上がってきましたね。星が多すぎて、これは見にくい。ということでシリルに最近搭載された、スターネットとの連携機能を使って、星の数を減らしてみました。ついでに彩度も少し上げて。これは、なんとなく、天の川っぽくない。かな？で、このロキノンの 16MCEF マウント EFF216mm いろいろ問題があって、こちらがマスターフラットをヒストグラム表示で強調したものなんですが、なんと ASI533MC プロの 11mm×11mm という小さなセンサーを完全に照らせてない。でも、製品の説明には、クロップド APS-C センサーで使えるって書いてあったよね。あれれ、おかしいぞ。確かに、周辺原稿がないとは、書いてなかったけどさ。使ったレンズアダプターも十分広い光の経路があるはずだし。そのせいなのか、周辺での星の歪みがすごい。多少センサーが傾いてるのもあるのかもだけど。だから、きっと$300くらいなんだろうな、性能の割には。なんか、納得した感じです。手頃な値段の理由が分かって、すっきりしたところで、次は ELP エクストリームフィルターをつけてナローバンド撮影をしてみました。フォトメトリック色構成済みバックグラウンドエクストラクションズ製の数も減らしたものです。これは、1枚ゲイン350で60秒のものを60枚重ねたもの。ちゃんと網状星雲が映ってるのがわかります。北アメリカ星雲も、よりはっきりと映っています。天の川のかけらっぽいね。少し満足しました。GIMP で2つの画像をレイヤーを使って無理やり合成したもの。それっぽい。FMA135 と ASI533MC プロで撮影した画像を無理やりはめ込んでみました。モザイクの台紙には使えそう。今回の挑戦は、ここまで。クラス7ボートルでも、このくらいの絵ひどいけどは撮れるんだということは、分かったので少し満足したかな。ここ、遮光がうまくできないんだよね。周りの家の明かりもすごいし。そのせいで、背景ムラがひどいんだと思う。レンズのフードが変なペタル式でつけてなかったのも良くなかったのかも。あれだと、フード外さないとフラットが撮れない。フード外してる間にフォーカスが変わってしまうと、フラット撮れないしね。DSLR 用のレンズは、フォーカス固定するネジがないんだよね。惜しいことに。もっと条件がいい場所だと、かなりいい絵が撮影できると思います。こんなレンズとカメラでもね。でも私は赤道儀を使ってガイドまでして追尾してるから、ずるいといえばずるいのかな？ネバダ州のどこか安全な条件のいい場所でこれと同じ撮影ができるといいんだけど。それか、
メキシコの安全な場所に行くかだよね。この動画を見て役に立ったと感じた方は、高評価、チャンネルへの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。